どうも皆さん、こんにちは。ロックンクローラーズです。今回はね、プロポの話、ちょっと雑談っぽくやっていきます。RC クローラー、RC スケールトラックとかね、その辺でね、使うプロポ、結構悩まれる方多いんじゃないでしょうか。僕的な答えとして、こんな製品いいなっていうのと、あとね、他にね、プロポのメーカーのね、製品とかをちょっと見ながらですね、思うこととかですね、かっこいいなとかね、そういう話をちょっとしていこうと思います。ラジオっぽい感じでね、やっていきますので、最後まで聞き流していただければと思います。ちなみに、プロポの話、海外製のプロポとかもね、話に中出てくると思うんですけれども、技的云々ね、突っ込みたくなる方もいると思うんですが、基本的にはね、その技的についてはちょっと、触れる部分では触れますが、各自自己責任でという感じにしております。あくまでも製品の、情報として、聞いていただければと思います。まずですね、フライスカイですよね。なぜか、これ僕がね、初めて買った、プロポですね。もともとはですね、双葉のですね、空用の8ちゃんプロポ使ってたんです。スティック型のね。でもちょっと、やっぱ動画撮影するとき、スティック型でね、ワンオペ無理なんで、このフライスカイのですね、NB4 ノーブルってやつを買いました。これ、京商さんがですね、販売をしていまして、そういう関係もあってかですね、当時、僕が買った2020年当時ですね、唯一ですね、フライス会社で技的があるプロポとして、これを買いました。なぜ技的があるのかというと、さっきも言ったようにね、これ、京商さんが発売しているということもあってですね、プロポ、このね、安心して、ブログでね、動画でね、やっていくので、技的ないプロポでね、やっていくわけにはいかないという部分もありましてですね、もちろん法令的な部分もあるんですけれども、やっぱりね、そういうこともあって、このね、フライスカイの NB4 をですね、買って、技的あるよってことをですね、皆さんに超アピールしました。なんで、これに関してはですね、突っ込んでくる人いませんでしたね。技的警察の方、ほんとね、結構ね、いるんでね、これね、ちゃんとね、こういう風に技的のね、番号が、このマシンにですね、印字されています。これ、普通ですよね。普通技的ってこれでいいんですよね。あと、ソフトウェア的にね、iPhone とかもそうですよね。中に、そういうのがあるページに行くとね、この番号がちゃんとあると。で、これをね、買ってですね、使っているんですけれども、なぜこれにしたかっていうとですね、今ですね、NB4 プラスっていうのはね、最近ね、バージョンアップ版が出ましたんで、こっちで説明しますが、一緒ですね、NB4 とプラス、ほとんどね。タイプ C になったとかね、バッテリーがね、取り外しできるようになったとか、UI が明るくなったとかね、そういうことなんですけれども、結局はこれです。変わってないんですけれども、8ちゃんですよね。8ちゃん仕様の、プロポ。クローラーの場合ね、やっぱり多チャンネルであることって多いんですよね。僕が買ったアキシャル S6-103 とかでも、標準でね、ステアリング、スロットル、デフはないや、ディグ、2スピード、で4チャン使うんですよ。キットの場合ね。で、4チャンなんで、日本のプロポだと、だいたい4チャンですよね。または3チャン。もうそれで埋まっちゃうんですよ。で、LED のコントロールをどうしてもプロポでね、オンオフとかしたかったんで、5チャン必要だったんですよね。で、そういうことも考えて、やっぱ他チャンネル探してた時、技的のある、ね、ちょっと良さげなプロポっていうと、やっぱ NB4 だったんで、これにしたわけです。やっぱりそのチャンネル数ですよね、クローラーの場合はね。で、フライスカイ。これすごくいいです。技的もあって、プラスの方もね、これ技的あるし、コンパクトですよね。で、デザインもいい、シンプル。なんかね、無駄な、なんか変なね、デザインがないのでいいですね。で、ちょっと話をね、双葉さんに行きます。で、別に僕、双葉さんのプロポがね、もう2台ぐらい持ってるんで、好きなんです。どっちかっていうと双葉。3はより双葉の方が好きな印象ですね。3は持ってないんですけど。で、ただ 3PV はね、これね、一回買って使ってたんですけれども、この UI がですね、すごい使いにくくてボタン操作が。もうほんと使いにくすぎて、クソだなと思って、もう使わなくなりました、これは。
そして、4PM か。これね。これは前買おうと思ってたんですよ。これは未だに多分あれですよね。これ 4PM プラスってなんか変わってますね。これは知らなかったな。これちょっと、あれだ。ブログでちょっと記事にしよう。4PM、これはなんか4ちゃんだしね。クローラーで、普通のクローラーだったらね、これで十分っていう感じですよね。で、10px になると、10ちゃんなんでね、確かにいいんですけれども、これなんだろうな、10ちゃんの受信機って多分ないんですよね。空用の8ちゃん受信機とかを、FH、SS 形式にして使うとか、そういう感じなんですよ。とか、あと iBus とかを使って、実質10ちゃんみたいなね。なんか、ちょっとどうなんでしょうねっていう感じはするのと、これかなり高いし、デザインがなんかすごいやっぱこう、なんだろうな、これかっこいいけどね、こっちの色ね、なんだろうな、なんか、やっぱ日本のレーシーな感じですよね。ツーリングとかそっち系のやっぱね、レースの世界で使う人が多いプロポだからか、なんかやっぱりこう、すごくデザインがこう、レーシーな感じで、ちょっとアニメっぽい感じもするし、僕はあんま好きじゃないんですよね。特にクローラーで使うにはちょっとオーバースペックというか、なんか、親って感じがするんで、双葉はね、結局やっぱね、選択肢ないんですよね、僕の中で。やっぱ4ちゃんだと少ないんでね。で、これ10ちゃん、微妙だし、なんとなくね、その受信機がないんでね。受信機ないんですよ。空用じゃない、カー用のレシーバーで、これ全部4ちゃんでしょ？これも4ちゃんなんですよ。全部4ちゃんなんですよ。なぜってね、だって4ちゃんでいいんだもん。で、ここに出てんのがね、これ空用の FHSS の、これが8ちゃんかな、これ。8ちゃんの受信機なんですよね。これを使うしかないんです。でも、10px とかだとね、SFHSS 方式でやるの、なんかね、やっぱね、そのプロトコル変えてやんなきゃいけないんで、昔のね、SFHSS 方式、なんかね、ちょっとね、嫌ですよね。で、双葉、やっぱりね、クローラー文化がね、日本ではないので、そういうね、分母が低いね、ジャンル用にですね、プロポを作るなんてことは日本のメーカーしないんですよね。当たり前ですけどね。で、三和さんのプロポなんですけれども、三和さんはですね、4ちゃんがマックスですよね。この M17 とかでも、これ4ちゃんなんですよね。最大が。で、5ちゃんとか6ちゃんとか、そういうプロポはないです。8ちゃんはもちろんないし、10ちゃんもないし。なんで、そういう意味で、三和さんのプロポでですね、もともとですね、これはもう対象外だったんですけど、実はこの MT44 はね、これでもう生産終了しましたけども、すげえ買う寸前までいったプロポですね。実質ね、これ実売なんか安かったんですよ、めちゃくちゃ。で、結構ね、僕、双葉のなんかがね、なんだろうな、エヴァンゲリオンっぽいデザインよりも、初代ガンダムっぽい、ちょっと言い過ぎかな。なんか、このデザインの方が僕、3話の方が好きで、初代ガンダムではないのかな。そこはいいけど、なんかかっこよくてね、いいな、この横の感じとかがいいなと思って欲しいなと思ったんですけれども、やっぱチャンネル数のこともあってですね、あと受信機ですよね。なんか3話の受信機ってちょっとコネクターの形状違ったりとかして、いろいろね、混ぜこぜになるとめんどくさいことになるなと思って、もう全部二側形式の方がやっぱいいなってことで、ちょっと3話を外したんですね。チャンネル数のことが一番大きいあれですけれども。そして、高プロポ、KO プロポ。これはちょっと使ったことも何もないんですけれども、デザインがこういう感じでですね、非常にですね、独特。さっき言ったエヴァンゲリオン的なですね、本当にアニメチックなですね、いかにも日本のメーカーっぽいデザインのこのプロポですね。ちょっとね、ここにこうついてるモニターとかね、すごい男心くすぐられるんですけれども、クローラーではこれはね、どう考えてもいらない、なんかちょっと邪魔になるようなですね、大きさで、ここにですね、モニターとかが映ったら最高だなと思ったんですよ。カメラのモニター飛ばしてとかね。
外部入力があってね、HDMI 入力があるとかね、そういう機能があればいいなと思ったのと、あとやっぱりですね、受信機がですね、慶応プロポの、独自のもので、やっぱりですね、これレース向けのやつなんで、すごく高いですよね。受信機17,600円とかね。で、やっぱりね、これはちょっとね、怖くて手出せませんでしたので、なしにしました。ということでね、日本製のプロポはですね、やっぱりですね、海外製のね、RC クローラーとかで多チャンネルでね、遊ぶときにはですね、向かないんですよね。残念ながら。それで、フライスカイ、8ちゃん、いいんですけれども、その後にですね、レディオリンクですね、RC8X ですね。これをですね、買いました。これもデザインなんとなく双葉の 7PX とかね、10PX っぽい感じで、デザイン的にはあんまりいまいちなんですけれども、これね、やっぱ8ちゃんなんですよ。8ちゃん仕様でですね、実はですね、受信機がですね、レディオリンクっていうのは、安いものがあるんです。要は、プロトコルがですね、フライスカイのですね、NB4 はですね、こちらの AF-HDS3 っていうですね、高規格のプロトコル、一番最新のものであって、一番機能が高い、速度とかテレメトリーとかね、そういうのが速い受信機なんですけれども、結構高いんですよね。結構つっても5、6千円ぐらいですけれどもね。安いものだとね、4千円ぐらいであるんです。ただテレメトリがあるので、受信機にもね、技適が必要で、この受信機に技適取ってあるものっていうのがね、確かね、この FGR4B とかですね、なんかこの辺のやつだったりとかね、だけで、こっちのですね、多チャンネル系のですね、受信機はこれ技適なかったりとかすることもあって、ちょっとブログではね、使うのあれかなとか思ったり、値段が高いのでね、僕みたいにね、マシンがいっぱいあるとですね、受信機だけでね、結構な金額になってしまうなぁなんて思っていた時に RC8X が出てですね、本体自体も NB4 と同じぐらいなんですけれども、ちょっと高いかな。受信機がですね、いろいろあるんです。いろいろあってですね、最近もアップデートしているんですけれども、8ちゃんとかね、7ちゃんとかね、6ちゃんとかのもあるんですけれども、最低4ちゃんか。この R6F っていうですね、受信機ね。これがですね、ほんと2000円しないぐらいで買えるんです。日本の Amazon でもですね、レディオリンクの公式サイトがあってですね、そのぐらいの金額で買えました。アリエクとかではとね、1500円ぐらいで買えるんですよね、1個ね。ただし、これデジタルサーボは非対応ですね。非対応っていうか使えないわけじゃないんですけども、速度がね、アナログサーボの速度しか出ません。そういうデメリットあるんですけれども、実際ね、その速度、何の体感としては感じないので、僕的にはね、これで十分なんですけれども、受信機安いんでね、受信機10個買っても15,000円ですよ。AF-HDS3 の受信機だとですね、3つで終わっちゃいますね。そんな感じのですね、受信機が安いので、いろんなマシンにこの RC8X 最近採用して使っています。プロポ自体のですね、全体的なね、持った感じとか使い勝手はやっぱりね、フライスカイの NB4 の方がいいです。でも、これもですね、普通にですね、高機能ですし、いろんな設定できるし、悪くはないと思います。僕も今後これをずっと使っていこうかな、NB4 との2台でね、思っている感じですね。LCG とか、ちょっと本気出すマシンには NB4 で、とりあえずね、動かす感じのマシンにはこっち。常にね、受信機積んどきたいものはこっちみたいな感じでやっています。で、ちなみにですね、レディオリンクの関連会社にですね、ダンボ RC っていうものがあるみたいなんですよね。前調べたらね、子会社なのかな、レディオリンクの。そこが出している、これもね、もちろん技適あってですね、さっきの RC8X ももちろんこれ技適ありますからね。日本の技適ちゃんと取得済みですね。で、そのダンボ RC、これが、最近ですね、結構 RTR とかでね、ここのメーカーのですね、プロポがね、
採用されること多くなってきてるんですけど、これもですね、実はね、技的取得してるんですよ、ダンボ RC ってね。ほぼほぼ全てのプロポに技的申請して取得してるんじゃないかな。クロス RC のね、10ちゃんのね、プロポとかも技的もちろんついてるんですけども、すごい安いんですよ。確かね、これは350ってこれね、6000円ぐらいなんですよね。それで技的あって、受信機ついてこの10ちゃん。これ、やばいですよね。ただまあ、この持った感じのね、重厚感みたいのは、やっぱりね、NB4 みたいなものとは全然違いますけれどもね。もうちょっと注目したいですね、ダンボ RC ね。そして最後なんですけれども、これはね、スペクトラムです。アメリカのメーカー、スペクトラム。ホライゾンホビー傘下のメーカーですね。なので、これは技的はないです。なので、日本では基本的には使えません。でもね、クローラーやってる人なら、多分憧れたことあるんじゃないですかな。僕もね、ずっとね、憧れている、スペクトラムのこのラグドシリーズですね。これかっこよくないですか？これね、ちゃんとね、落とした時にも、こう、傷がつかないというかね、壊れないようにね、プロテクターがあったりとかですね、こういうちゃんとね、周り、ここにね、あるでしょ。で、ここにもね、これカメラとかね、ああいうのマウントをね、くっつける用のバーですね。そういうのがついてるんですね。これね。で、タイヤはね、これちゃんとオフロードタイヤになってますよね。そしてね、ここね、蓋がついてるんですけども、ここ蓋をこれ開けるとですね、ここの中にですね、ちょっとツール、六角のね、十字レンチ入れたりとかね、そういうことができるようになってたりなどというですね、ちょっとしたね、小細工があります。まあ見るとですね、なんとなくプラスチックのこの感じとかね、ちょっとなんかチープな感じはしなくもない。でも、これ、こういうですね、まあ、多少のね、こう水濡れなら OK みたいな、まあ、この泥、これ、ね、泥の沼に落とした感じなんでしょうけど、まあ、このぐらいでもきっと壊れないっていうことなんでしょうね。まあ、こういうですね、プロポも、アメリカ、クローラーの本場、アメリカではですね、販売しています。まあ、こういう色違いもあったりとかしてね、かっこいいですよね。まあ、こういうものがですね、日本のですね、双葉3話からね、出ることがあったら、本当にね、最高なんですけれども、まあ、そういうプロポはきっと出てこないだろうな。ということでですね、案外少ないプロポの選択肢ですよね。どうなんでしょうね。個人的にはね、日本のメーカーがね、クローラー系のね、多チャンネルでちょっと頑丈なデザインのね、プロポなんかきっと出すことはね、一生ないと思うんですけれども、今後。やっぱりね、もう、これは中国メーカーに頼るしかないんじゃないでしょうかね。アメリカのね、メーカーはやっぱりですね、わざわざね、市場が狭いですね、日本のために技的を取るなんてことはしないと思うんですよね。あと、電波の出力とかもね、やっぱアメリカ国内に合わせてると思うんで、日本にはね、やっぱりね、ちょっと合わないんじゃないかな。特にね、陸用のね、プロポに関しては、空用とかはもしかしたらね、変わってくるかもしれないですけど、ということでね、プロポの話ちょっと長々としましたけれども、皆さん何か気になったプロポありましたでしょうか。結論としてはですね、やっぱりレディオリンクの RC8X かフライスカイの LB4、それがですね、コストパフォーマンスとあと多チャンネルという意味、あと技的という意味において、いろいろとですね、クリアしてくれるプロポなんじゃないかと思います。そんな感じでございます。それではまた。